まさかこのヒント音だとは思わなかった。複雑なモールスコードになるなんて。これはまた先発病だと思っている人も多いのではないでしょうか。実はそうなんです。このコードを解くのは本当に大変だからです。次の風はみんなを連れてコードの秘密を解いて。まずモールスコードの由来を説明してください。1837年に生まれました。異なる英数字と句読点を異なる並び順で表現する。モスコードには5種類のコードがあります。幸い今回の情報はそんなに複雑ではありません。このアルファベット参照表で十分です。最後に解析した結果は以下の通りである。実はこの会話がモールスコードだと気づいた人はたくさんいます。でもなぜ読めないのでしょう。このコードは本当に毒があるからです。コードの突破口を解いて会話の返事で。文の並びから見ると、これは2人の会話です。では、インドは独立した返事を表しています。もし私たちが点を代表すれば、マイルは横を表します。2つの結果があります。それぞれ A、ET です。逆になれば、結果は N、TE です。次は排除法で。文脈から A が最適であることが推論できる。つまり5記号ですね。これを確認しました。私たちは点を得ました。マイルは横を表している。そしてこの結果を第一文に代入する。新しいモールスコードを手に入れました。でもダンクがないから。解読するのはまだ面倒だ。この時点で小学校の知識が必要です。拼音は母音と母音で構成されている。全体の読み音節は母音と母音の結合とみなすこともできる。中国語の文では、最初の文字はしばしば声母で始まります。答えの一部を淘汰することができます。あとは組み合わせの中で選別していくことです。拼音の法則に合った組み合わせが見つかるまで。そこで以下の結果が得られた。最初の言葉の意味はパパです。この結果は PV でパロディと呼ばれる人形の名前と同じである。我々の結果が正しいことを示している。でも急がないで。解読がうまくいくと思ったらお間違いだ。最初の文を解読した後では解読できません。2つ目の言葉をスキップするしかありません。3文目を見てみましょう。今回は考え方を変えます。下を横、マイルを点とする。不思議なことが起こりました。網羅法によるスクリーニング。この言葉も解読された。障害はどこにあるのか。この文は同様に PV の内容と意味が重なる。私たちの解釈が正しいことを示しています。もう2つ目の言葉だ。応交換が可能だと知った場合、より多くの方法で解読することができます。でもこの言葉に一時増えているとは夢にも思わなかった。この字の前の言葉は一種の解読方法です。字の後はまた解読方法が変わりました。両者を結合して最終結果が得られた。そう、この言葉が PV 全体の本当の始まりです。これが解読しなければならない理由です。私たちが見ている画面では、パロディは一方通行のパパ人形です。しかし私たちが解読した文では、これは何を思い出しましたか？ブレビルだ。マイルは特殊な情報提示音である新しい技術の名前なのか。彼女はこれが彼女の専属情報提示音だと言った。反対側の連絡先はパロティです。ただパロティはずっと知らなかった。これで冒頭がわかります。なぜブレビルが話をしたとき、パロティはそんなに反応します。これは顔面基板の後の写真状態です。だからパロッティはブレビルを指さしてしどろもどろだった。彼女が本当に言いたいことはあなたがパパなの？残念ながら多くの人が来ました。話を飲み込んでしまった。ブレビルは身元を確認したい。でもパロディは死んだ。急いでタマさんを探しに出かけて話題をそらす。このシーンではパロディ以外にも新しいキャラクターが登場しました。意外なことを言わない。彼女はブレビルが何度も言及したヤヌヌだったはずだ。ヤヌヌも一緒に来たい。9域幻灯を起動した時に、エヴァンズと一緒にいるのは誰だ？彼女がパロディだ。虚が異常の原因を調べるために9域に派遣された。ストーリーの行方から見ると、PV は明らかに膨大な量の橋を隠しています。彼女たちは9域に来たら必ず挨拶をしなければならない。PV の内容を見る。彼女たちはすでに故障の原因を調査しようと試みた。しかし何も得られなかった。これらは新しいバージョンのストーリーの内容だと思います。ブレビルはまだ問題を意識していない。パパをパロッティに渡したい。その後パロディは死んで持っていった。このモールスコードを解くしかない。この最初の意図を本当に理解することができます。これがタワーストーリーの特別なところですよね。手がかりが見つからず楽しみを見る。手がかりを見つけて論理を見る。しかしモールスコードには多くの組み合わせがあります。他の配列の組み合わせも試してみてください。万一以外な収穫があったら、画面が回ると列のあるところに来た。ここが人宮です。シャゾーとあったロビーと対比してみてください。ここの周辺は膨大な量のサーバーです。中にはスーパーコンピューターが並んでいます。意外なことにグソトスの姿とは大きな差があります。テクノロジーと人間の技術が融合したもののようなものです。最近の履修版については、風はその存在を推測していました。心の中の謎の男。いつか私たちに会うと言っています。私たちと列の間にも会話があります。パロッティの口から人類は9つの領域に着陸したことがわかります。際我意外的当初9域これは9域と間性の人間が総動であることをハンマーです。ウェブの情報との連携。9域の人間は8号室から来たのは決まっている。そしてこの言葉はメッセージを明らかにします。地球の技術は私たちが思っているほど弱くないかもしれません。もしこのゴロ地球の科学技術から来たら、グソトスもそうかもしれません。本来の改造が行われているかどうかはわかりません。円棒号で発見された原点を覚えていますか？その外形は外星遺跡の原宝の高さと似ている。原型は古代文明機械の重要な構成要素でもあります。グソトスは権限を持つことができます。ここから来たのかもしれません。この列を見てみましょう。外観は事象に似ている。上には12本がはっきりと刻まれている。周りに法律がある。文字が刻まれています。これらの文字は何でしょう？これがまた周囲ゴシップだと思ったら大間違いだ。まずこの字を見てみましょう。発子職問。この結果を得て私は皆怒った。これは何ですか？これはただが怠け者だと気づいた。
素材は数を無駄にするためのものです。外側の文字を読むことによって、これらは二画の漢字から変換された小点であることが分かった。公式はやはり小細工をした。ここは厳重に批判してください。これから気をつけてほしい。意味のある素材をたくさん作ります。ゲームをより価値にすることができます。天地の原稿を少し書いても。健康引用私もそんなに面倒なことはありません。PV に戻りましょう。今回のモデリングはまた立体に上がりました。手の黒い糸の手袋。模様がはっきりしていて、模様がはっきりしている。実机にもそのがあれば良い。機械が持っていない動きはプレイヤーのことです。しかしモデリングが洗練されているかどうかは公式のことです。パロディからの回答からもわかるように。これはまた両面的な性格の人の設定だ。ブラウトの会話と恥。しばらくの間、会話は落ち着いていた。もっと面白いのは彼女か異色瞳か。彼女の両面的な性格のために下敷きになっているのではないでしょうか。この頃災いと服がそうよると言っている。これは循環です。望遠線が襲撃された。8号室が宇宙に墜落したのは災いだ。9に入る。息の発展に触れた時の科学技術はまた幸福である。封印が弱まると暗闇が災いする。ここから生きがいへ助けを求めてから天門を開くのは服である。その問題が来た。服の後はまた災いのはずだ。次の災いは何でしょうか。この間は何か意味があるかもしれません。パロディもこの間の態度に不満だった。この間いた服を除いて互いに依存する。もう一つ理由があるかもしれません。将来、派閥争いがあるのだろうか。幻冬の世界は数百年後の未来だと知っています。9つのスタイルから。これは間違いなく天長の分岐を表している。そうでなければ噂はありません。これらの要素は、派閥争いもゲームが言及されていなかった要素の一つです。現在の世界構造のように、国と国の間には競争も協力もある。それは幻冬の世界観の中で、これらの国々の未来はどうなるのか。幻冬の最初の支配層は旧連邦だった。連邦とは集合体に違いない。中には派閥が林立しているに違いない。彼らは末世にいても。しかしそれぞれの計画があります。一時的に代表される勢力、ブソドス代表の勢力と、本当に無事なのですか？これは未来のストーリーの方向になるかもしれません。今回は小さなバージョンのようです。先に抑制しようとする法則によると、幻冬これは記念日に生きていく準備だ。ちょっと待ってください。はい、今期はこれで終わります。風に注目して違う幻の塔を体験します。